パトです。次は内閣ですが、その前に少しお話をいたします。もうお気づきになると思いますが、この動画のシリーズでは外国人留学生がゼロからわかるように説明しています。というのも、総合科目の試験は大学で専門分野を学ぶために必要な学力を判定する試験で、レベル的には日本の高校生が学習するような内容です。しかし、日本人高校生向けに書かれた教科書や参考書を見ればわかるように、高校生が学習する内容は中学校で学習したこと、ここでは基礎知識と呼ぶことにしますが、その基礎知識を前提に説明しています。ですので、いきなり留学生がゼロの状態から日本の高校レベルの学習しようとしても全く理解できないことがたくさんあるのです。日本人なら誰でも知っていることでも外国人留学生には知らないことだらけです。実際に総合科目向けに書かれた参考書や問題集、さらには解説動画を見てみましょう。日本人が書いた参考書や問題集は基礎知識がないと理解できないような内容ばかりです。そこで私のチャンネルの留学生向け動画ではその基礎知識、つまり日本の中学校で学習するような基礎的な知識から説明しています。ですので少し説明が詳しすぎる、またはくどいと感じるかもしれませんが、そこら辺どうぞご理解ください。ということで、この内閣の説明も中学生が学習する基礎知識から総合科目レベルへとお話ししていきたいと思います。よろしいでしょうか。ということで、はい。こちらですね。2、内閣。議員内閣制。まず内閣について最初に確認してほしいのが議員内閣制です。これは国会の動画でも説明しましたが、再度確認したいと思います。議員内閣制はイギリスのウォンポール内閣から始まりました。そして日本もその議員内閣制を取り入れていて、内閣が行政権を持った行政府にあたります。そしてその行政府は国民が選んだ国会が作ります。その国会議員の中から行政府のリーダーを指名し、その指名されたリーダーを内閣総理大臣として天皇が任命します。その総理大臣が他の国務大臣を任命し、内閣が成立するのです。国会が内閣総理大臣を指名して内閣を成立させますから、当然国会には内閣を作った責任があります。ですので、何か良くない政治をしたら、国会にもその責任があるということになります。これを連帯責任と言います。この連帯責任が国会と内閣の関係で、これが議員内閣制です。内閣が良くない政治をしたと判断したら、内閣不信任決議というのを行うことができます。要は、今の内閣は良くないから全員クビだというのです。この不信任決議が成立すると、10日以内に内閣は総辞職。つまり、総理大臣も国務大臣も全員辞めるか、あるいは衆議院が解散。つまり、衆議院議員全員がクビになるか、しなければなりません。衆議院が解散すると40日以内に衆議院選挙が行われ、選挙後30日以内に特別国会が開かれ、新しい総理大臣を指名し、それまでの内閣は総辞職、つまり全員辞めて次の内閣へと交代するのです。これが内閣不信任決議の流れです。で、こんな風にね、書いてありますけれども、いかがでしょうか。そして実はもう一つですね、国民の信を問うという解散があります。これは今の内閣や国会に対し、国民は支持しているのだろうかということを国民に問うために、内閣が衆議院を解散させ、総選挙で信を問うのです。この規定は日本国憲法の第7条に書かれているため、別名7条解散、7条解散とも呼ばれています。日本の国家元首は
天皇だとお話ししました。ですので、衆議院の解散も天皇の国事行為、つまり天皇の仕事の一つとして内閣が天皇に助言し、衆議院を解散させるのです。もちろん形式的なものですので、ここで天皇が拒否することはありません。この解散は内閣に主導権がある解散で、様々な意見がありますが、もし興味があるようでしたら、周囲の日本人に話を聞いてみましょう。このように国会と内閣が連帯責任を負っている。このことをまず確認しておいてください。では次にですね、こちら内閣のメンバーについてお話しします。これも皆さんの国の状況と比べながら学習してください。まずはですね、戦前のお話をします。戦前も実は内閣はありました。しかし、戦前の内閣は憲法上の制度ではなく、天皇の勅令によって内閣が組織されました。というのも、内閣に所属する総理大臣も国務大臣も天皇が行う行政権の保筆。こんな字書くんですが、難しい言葉ですね。わかりやすく言うと、君主である天皇が行う政治を助けることを任務としていました。ですので、総理大臣も国務大臣も天皇自らが任命し、行政権の主体はあくまでも天皇でした。そして、大臣はすべて対等な立場で、内閣は行政権の主体ではなかったのです。ですので、総理大臣とは言っても、一番偉いというわけではなく、同輩の中の主席と呼ばれていました。同輩の中の主席、主席の最小。こちらですね。主席の最小という言葉から、この文字を取ってですね、首相と日本語では呼んでいます。ところが戦後、民主化によって内閣は憲法上の制度となり、行政権の主体となり、議院内閣制が成立したのです。そして憲法によって総理大臣に強い権限が与えられ、内閣を運営することになったのです。行政の主体となった内閣総理大臣の権限は、ちょっと見てみますと、こんな感じになっています。1、国務大臣の任命権。戦前はこれがなく、すべての大臣と対等な関係で天皇の保筆をするんだと言いましたが、これが認められることによって、総理大臣が大きな力を持つようになりました。例えば、閣議、つまり内閣の会議ですね。閣議の際、総理大臣の意見に誰かが反対したら、全会一致の原則でその意見は否決されます。つまり、その総理大臣の意見は通らないということになります。そんな場合、反対した大臣を更迭。わかりやすく言うと、クビにして、他の大臣を任命すれば、全会一致が得られる。なんていうシステムです。2、行政各部の指揮監督。それぞれの国務大臣に指示を出します。3、内閣を代表して議案を国会に提出。内閣の代表者ということですね。4、閣議の主催、案件発議。5、法律、政令などへの署名、連署。6、国務大臣の訴追同意。7、議案発言のために議会に出席。8、自衛隊の最高指揮命令権。9、安全保障会議の議長。総理大臣の権限として一覧挙げましたけれども、また説明欄からですね、プリントがダウンロードできるようになってますので、そちらの方で詳しくは見てください。内閣を運営する総理大臣に対し、国務大臣とは各役割を持った政府機関のリーダーだと考えてください。バーっとこういうふうに表が出てきましたけども、こちらの表が主な政府機関です。これらの政府機関は東京都の霞が関というところに集中しています。皆さんの国の中にも同じ習慣があるかもしれませんが、日本ではある人物とかある機関を表すとき、その場所で呼ぶ習慣があるんですね。例えば、
国会は永田町というところにありますので、永田町と一言言うと国会のことを表す場合があります。また、永田町の先生なんて言うと国会議員のことを表したりします。ですので、この霞が関という言葉も各省庁、行政機関を表すときに使ったりされるんですね。まあ、辞書には載っていない日本語ですので、覚えておくといいと思いますけど、最近の辞書には載ってるんですかね。興味があったら調べてみてください。日本の人が場所の名前を言ったら、こういった表現にも使っている場合があるんですね。さて、その政府機関ですが、こちらの表の〇〇省というところに大臣がいると考えてください。例えば、外国の関係を調整する政府機関を日本語で外務省と言いますが、その外務省の責任者を外務大臣と呼んでいます。また、国の予算を扱うのが財務省という政府機関で、そこの責任者は財務大臣といった具合に各省庁、つまり政府機関のリーダーとなるのが国務大臣なんだと考えておくようにしましょう。一府十二省庁と、一般には呼ばれています。そして、これらの省はとても忙しく業務がたくさんあります。そこで、外局として、〇〇庁と呼ばれる行政機関が設けられています。皆さんに身近な例で言うなら、入管ですね。入管はもともと法務省の中にある入国管理局でした。ところが、業務が煩雑になり、かつ多くなったため、法務省から外局として出入国在留管理庁が誕生したのです。これらの〇〇庁に大臣が置かれることもありますが、長官と呼ばれる人が置かれるのが普通です。詳しい話とかですね、細かい情報とかは、総合科目には出ないと思いますんで、興味があったらぜひ調べてみてください。また、これらの行政機関及び内閣から独立した外局というのもあって、これを行政委員会なんて呼んでるんですね。こちらですが、公正取引委員会、中央労働委員会、国家公安委員会、人事院。これ、役割が出てきてますけれども、これらの行政委員会は、業務の性質上、大企業とか政治家から圧力がかかる場合があるんですね。そのため、中立公平を守るため、いかなる圧力もシャットアウトできるほどの独立性を保つ組織です。ここら辺も全部合わせてですね、行政府の組織図なんてのが、動画の説明欄からダウンロードできるようになってますので、その方を見てですね、後でゆっくり確認してください。また、これらの行政機関で働く人たちを一般的に公務員と日本語では呼んでいます。国家公務員と地方公務員とに分けられ、そこで働くすべての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないと憲法にも定められていますが、皆さんの国の公務員とね、同じようなもんだと思いますので、興味があったらぜひ比べてみてください。国会で総理大臣が指名されると、総理大臣が選んだ人物に電話をかけ、それぞれの大臣をお願いします。内閣のメンバーは半数以上が国会議員であるという条件がありますが、ほとんど国会議員が大臣になります。電話を受けた国会議員は招集に応じると首相官邸に集まり、内閣が結成されると首相官邸の会談に全員が集合して、こんな風にですね、写真を撮るのが恒例となっています。これがその時の写真なんですけれども、また、こちらの部屋ですが、応接場と言いますが、大臣たちはここで総理大臣が来るのを待ち、みんなで座っている映像や写真が公開されます。これらの写真が内閣を象徴する写真として使われてるんですね。で、実際に会議するのは、こちらのミーティングルームで、
ここで会議することを、先ほど言いました、閣議と呼びます。では、その閣議で話し合われる内閣の仕事について、次は見ていきましょう。こちらになります。1、法律・予算の執行。国会が制定した法律と予算に基づいて政治を行います。何度もお話ししている通り、三権分立ですので、内閣が勝手に法律を作って政治をするわけにはいきません。総理大臣に指名され、こんな政治がしたいと言っても、そのためには法律を作らなければならないんですね。これも国会のところでお話ししましたが、その法律を国会に提出し、認めてもらった上で政治を行っていきます。ですので、国会のところで地元の議員にお願いして法律を作ってもらうという例を出しましたけれども、実はこの法案を一番たくさん国会に提出しているのが内閣なんです。そして内閣が法案を提出するのは衆議院が先というのが一般的です。2、政令の制定。憲法や法律を実施するために内閣が政令を制定します。内閣が出す命令のことですね。この政令とは政治を行うため法律に基づいた命令のことです。例えば、外国人の皆さんに関係するとしたら、留学生が通う日本国内の日本語学校ですね。実はこの日本語学校に対し、新しい法律が制定されました。日本語教育機関認定法という法律です。これは国会で可決されてできたんですね。日本語学校とそこの先生たちの質の向上を目指した法律です。この法律に基づき、内閣の文部科学大臣が出した政令が、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定に関する法律施行令。なんて長い名前のですね、令和5年政令327号なんていうのが出されたんですね。これが政令です。この政令によって、実は日本語学校ですね。この日本語学校は2029年までに文部科学省から認定審査を受けて審査に通らないと、それ以後外国人留学生を受け入れられなくなるという政令です。厳しい法律、厳しい政令が出たんですね。これをご覧の方が日本語学校に通う外国人留学生でしたら、学校の先生に聞いてみるといいでしょう。3、法律案の提出。先ほど言った通り、内閣が考える政治を行うために法律案を提出します。国会に提出される法案の実は80% から 90% が内閣から提出されるのです。4、予算の編成。これも国会のところでお話ししましたが、政治を行うにはお金が必要で、国民から集めた税金を使って予算を作り、国会に提出します。また、決算も国会に提出して承認してもらいます。5、条約を締結。外国との条約を締結し、国会の承認を得て批准します。内閣は外国との外交関係の日本の代表として処理します。6、行政の指揮監督。先ほどから説明している〇〇省が行っている業務を管理します。7、天皇の国事行為。天皇が行う国事行為に対し助言と承認を行います。天皇と内閣が喧嘩をしたなんて話は聞いたことがありませんし、これは形式的な関係だと考えてください。8、臨時会の招集。参議院の緊急集会の招集。これも国会のところでお話しした通りです。内閣にはこういう権限があるんですね。9、衆議院の解散。内閣不信任決議がなされた場合、衆議院を解散することができる。で、先ほどからお話ししている通りです。で、先ほどお話した7条解散、7条解散なんてのも覚えておくといいと思います。
10、最高裁判所長官を指名。内閣は三権分立の裁判所の中の最高裁判所の長官を指名します。また、その他の裁判官の任命を行っています。これは次の裁判のところでお話ししたいと思います。以上が内閣の主な仕事です。いかがだったでしょうか？ということで、今回は内閣の動画でしたが、次はですね、その3件の最後、裁判所の動画をお送りしたいと思います。この動画シリーズは総合科目対策だなんて題にしてますけれどもですね、外国人留学生が大学に進学した後、大学の勉強が難しいなんていう時にも参考になれるお話になっています。また、日本事情にですね、興味のある方がご覧になっても面白いかと思いますので、ぜひですね、よろしければたくさんの人にこちらのチャンネルを紹介していただけると嬉しいです。いかがでしょうか？それではまたお会いしましょう。グッドラック！